こんにちは、ヤギです。ポチのお迎えから1ヶ月以上が経ちまして、なんとポチは外でトイレをする習慣がつきました。家での排泄はほぼゼロに近いですね。トイトレ卒業の兆しが見えてきました。我が家は家の中にトイレシートを置いていないので、ポチがトイレはお外でするものと理解してくれたのは本当にありがたいです。前回の動画でご紹介した呼び出しボタンの連打癖は相変わらずですが、日々の成長が嬉しい飼い主です。そしてご覧の通り、お外に出るとこんな感じで訓活が止まらないんですよね。最近のポチは黒柳さんが筋トレを始めるとめちゃくちゃ喜んで絡みに行きます。そして家の中でのリラックス度合いはさらに増しております。ただですね、成長とともに自己主張も激しくなってきまして、新しいおもちゃを出すと、まずはバチバチにメンチを切るようになりました。今回はお迎えの日以来となる久しぶりのトラムと電車移動で、黒柳さんの実家へ行ったお話や、畑で思うがままに走り回るポチ、そして春のアルザスをお届けします。この日、ポチは初めてミュルーズという町へ向かいます。黒柳のお母さんの家に行くため、トラム、電車、バスを乗り継ぐ大移動です。ちょっとここでですね、ストラスブールのトラムでの苦い思い出を成仏したいと思います。去年、黒柳さんと一日中行動していた時に、私が持っていた紙の回数機をめぐってちょっとした事件が起きたんです。トラムでは検察の方が常にいるわけではなく、集団で巡回してきます。で、帰り際、検察員の方が来て、私は堂々とチケットを渡したんですよね。そしたら、どうやら打刻から制限時間の1時間をわずかに過ぎてしまっていたみたいなんです。ちなみに、この話は時間はみ出したこっちが 100% 悪いのは大前提なんですけど、黒柳さんはアプリでチケットを買っていまして、黒柳さんはなぜかセーフ。ずっと一緒にいて打刻もしていたと冷静に彼は説明してくれたのに対して、検察の方が私に、この女は嘘をついていると言いまして、その瞬間ゴングが鳴りましたね。黒柳さんの。彼の態度は一見変わっていないように見えますが、絶対脳内ブチ切れてるって思ったら、案の定解放されてから静かに怒りを話してはりました。結局、言い分は通らず、60ユーロの罰金を徴収されました。私は回数券3枚も持ってて、なんで罰金払ってるのかわけわかりませんでしたが、自分が悪いので、罰金に対してはお勉強代やなって、学びやなって済んだんですよ。ただ、検察の方は歩合制なので、いいかもを見つけたのもわかりますが、あの一言だけは腹立ちましたね。その一言で楽しかった一日の終わりが悪かったので、もし観光や留学で来られる方は、アプリで買うか、紙のチケットは打刻と制限時間に本当に注意してください。そして私と同じ悲劇を繰り返さないでくださいね。はい、以上でございます。そうこうしているうちにストラスブール駅に着きました。都市間を移動する国鉄の電車はトラムと違って犬も有料です。チケットは駅の券売機や友人のチケット売り場、スマホアプリから購入できます。フランスは改札がない駅が多い代わりに、車内で検察の方が回ってきて、切符や QR コードをチェックするシステムになっています。実は以前のお迎え動画でははしょったのですが、前回私たちは6キロ以下の犬は無料だと思っていたのです。
しかし、数年前にルールが変わったらしく、現在はどんなに小さな犬でも料金が発生すると検察の方に言われてしまいました。やってしまったと思いましたよね。すぐに払いますと言いましたが、人間の無賃乗車はどんな言い訳も通じないことは経験済みなのと、切符をなくしただけでも即罰金なので、腹をくくりました。ところがどっこいですよ。その検察官の方、ポチを見て、可愛いから今回は無料よ。次回から払ってね。と、まさかのポチの可愛さに免じて、お咎めなしにしてくれたのでした。っていうことがありまして、今回はちゃんと購入済みでした。が、QR コードを出すのに少しもたついてしまいまして、検察官の方もお忙しいので、あなたたちは信頼してるからいいよって言われ、検察官の方は他のお客さんのところへ行ってしまいました。嘘つきと言われたり、信頼できると言われたり、人の見る目ってどうしてこうもバラバラなんでしょうね。まあそんな話は置いといて、ポチもすっかり電車に慣れたようで、静かに落ち着いてお利口さんにしていました。通りすがりの人にもたくさん可愛がってもらえて、ポチも嬉しそうです。はい、そんなこんなでストラスブールから50分ほど電車に乗って無事にミルーズに着きました。長時間の移動だったので少しお散歩をしてバスを待とうと思います。初めての場所でもしっかり歩けていました。水分補給もしっかりしてバスに乗ろうと思います。初めてのバスも静かに乗れていました。お迎え当日に車酔いをしていたので不安でしたが、大丈夫そうでした。また、街を歩いていると、犬の糞の回収袋が設置してありました。さすが犬に寛容な国ですね。それとも、ここまでしないと回収しない人が多いのだろうか。黒柳さんの実家に到着し、黒柳ママの手作り料理をいただきました。そして、黒柳の2歳になる甥っ子さんがポチに会いに来てくれました。ポチは子供が好きなようで、尻尾を振って積極的に絡みに行っており、甥っ子さんは最初は少し圧倒されて引き気味でした。それでも、2人でよちよち散歩をしているうちに、だんだんと緊張もほぐれた様子。歩調を合わせて歩くうちに、少しずつ距離が縮まり、そのやりとりを繰り返すうちに、心の壁も解けたのか、帰る頃にはすっかり仲良しな2人になっていました。さてさて、帰ります。と思ったら電車を逃しまして、駅にあるカフェで休憩です。やっと電車が来る頃には、ポチはもうお疲れモード。今日はたくさん遊んだ上に長旅でした。帰ってゆっくり休みます。そして飼い主も疲れまして、ピザにしました。次の日は電車に乗って友人の家へ遊びに行きました。ポチは人生初の猫との対面。お互いに相手の様子を伺い、静かに幕引きとなりました。そして近くの広大な畑へ行きました。スイッチが入ったポチは縦横無尽に走り回り、あっという間に足元がドロッドロになりました。泥んこのまま家に入っていいよとおおらかに言ってくれる優しい友人のおかげで、ポチも限界まで楽しめたようです。本人がこんなにも自由に走り回って楽しそうにしているのを初めて見たので、なんだかこちらも嬉しくなりました。
それにしても今まで見たことのない汚れ具合です。みんなで美味しいご飯をいただいた後、帰宅して、ポチは元気そうだったので、シャンプーして寝ました。3月に入ると、アルザス地方の各地で春を告げるパレードが開催されます。こちらはストラスブールの様子です。冬が長くて暗いヨーロッパだからこそ、春の訪れをみんなで盛大にお祝いするこの文化、とっても素敵だなぁと思います。こちらはストラスブールから電車で30分ほどの場所にあるコルマールのパレードです。ストラスブールとはまた違う雰囲気で楽しかったです。一方、ポチはと言いますと、何やらじっと見つめてると思ったら、歯がポロッと抜けておりました。生後4ヶ月、大人の階段をまた一歩登った証拠です。何に使うわけでもありませんが、とりあえず保管しておこうと思います。久しぶりに長距離の乗り物での移動や泥んこの全力疾走など、ポチにとっても私たちにとっても濃い3月後半戦でした。そろそろ写真フォルダの整理をしなければならないほどポチで埋め尽くされております。特別な観光地の映像じゃなくても、ただおもちゃを噛んでいる姿や、こうして白目で爆睡している姿を見返すだけで、なんだか心がじんわり温かくなります。これからもポチの成長と私たちのフランスでの何気ない日常を等身大の声でお届けしていけたらなと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。それではまた次の動画でお会いしましょう。